TBS へようこそ。はい、今日はですね、はい、こちらでございます。はい、証拠はないんでね、バウアーマンが手作りで作ったかどうかはわからないんですが、ナイキの筆記体の時代の初期に、手作りで作った、プロトタイプのシューズ、これもね、クロニクルにも載せましたけれども、ゆっくり動画でですね、今までで一番深く、このシューズについて掘ってみたいと思います。これね、アメリカのエクセター工場で、作られたシューズなんですけども、これねエクセター工場で、作られた、シューズだとかね、その他ね、今回はもういろんなシューズ、いろんなヴィンテージスニーカーを、お見せしながらですね、いろんなとこ掘ってみたいなと思ってますので、楽しみにしていてください。手作りハンドメイドシューズです。最後までよろしく。はい、こちらが謎大きいプロトタイプのシューズになります。ちなみにこのシューズはですね、このナイキ、クロニクルデラックスのですね、よいしょ、こちらの方にですね、よいしょ、99ページに、こうやって載せてますんで、写真で載ってるこのシューズ、になります。ね、ここでもいろいろディティールをご紹介してるんで、まずはちょっとディティールから紹介していきたいと思います。はい、こんな形ですね。はい、大変珍しい形なんですけれども、見ての通りですね、このシューズ、実はですね、まずソールがこんな形をしてるんですね。はい、でアッパーと、こんなに分厚いソールを履いてまして、かかとがそれでやけに、他のシューズに比べると短いんですね。こうやってコルテスと比べるとよくわかるんですけどね、こんなにかかとのところが小さいですね。これのすごく、珍しいところがですね、まず、左右のサイズがですね、違うんですね。こちらで、この辺で合わせますか。この辺で合わせて、これでこれ合うかな。もうこの辺からちょっとずれてますけど、この辺で合わせても、左の方がちょっと大きいんですよね。というように、こちらはですね、どちらかというと商品開発をしているというよりはですね、特定の選手のために作ってあげてるというような感じですね。多分、期待する選手がいまして、その選手に合わせて、別注で作って、しかも手作りで作ったというのが分かります。なぜならばですね、この中なんですけども、サイズですとかこの辺手作りで、文字で手書きで書いてるんですけどね、この辺がですね、よいしょ、サイズの大きさが違ったり、こうやってこうちょっとですね、スペンのソールは履いてるんですが、この、ソール、こちらの方がねちょっとアーチクッキーの、場所を柔らかくしたり、こっち側それがなしだったりとか、もう中の大きさもところどころ違ったりですね、してですね、でしかもこのちょうど、ここにね、大きさを当てたような、下書きのような、こういうなんていうんですかね、肩合わせみたいな感じの、ペンが入ってます。これ多分だからバウアーマンが、手作りで作ったんじゃないかなと、期待してるんですけども、そんな形のスニーカーになってますね。はい。そして、この横、ちょっとこれもすごいね、このスニーカー以外見たことないんですけども、このミッドソールのこの一番下のところですね、アウトソールとの間に、プラスチックのようなですね、板が入ってるんですよね。はい、これはもちろん両足に入ってまして、選手が多分踏ん張る、ね、何かこう走ってる時にかかとに、もしくは重さが足りないのか、そういうなんかこう走るための、
なんかアイデアをね、でしかも商品開発をするというよりはその人のためにこう、してあげたような、手作り感満載の、シューズです。なんかね、このしか数種もですね、パーッと切って作ったような、感じになってるのがあれですね。でしかもこの頃ね、アメリカ製でこんな白緑の、コルテツみたいなアッパーもなかったんでね、見た目もちょっとこう、かっこいいんですけども、もうこれ一足しか下手したら世の中にないんじゃないかという、スニーカーです。でナイキクロニクルデラックスの方ではですね、この辺のこういうディティールのことを写真で紹介したまででお話は終わったんですけれども、ちょっとこの YouTube 動画の方はですね、ちょっともっと深くですね、マニアックなところをついてみたいと思うんですが、実はこのシューズはですね、アメリカ製、この時代のアメリカ製というとですね、エクセター工場、アメリカのエクセター工場しか、まだないんですね。その後メイン種の、サコ工場ですね、そのサコ工場は1978年の初めに作られているので、もうブロック体の、LDV だとかね、ああいうこれ大きな工場なのでですね、大量生産に向いている工場は後で作ったということで、この頃はエクセター工場がメインですね。選手別注のスニーカーもそこで作られてたと、言われているところなんですけれども、もう筆記体のアメリカ製を見たら、全部エクセター工場だと思っていいと思いますね、時代的にはね。エクセター工場でね、例えば作られてたスニーカーの、他のものといえばですね、例えばコイルはですね、完全に、商品開発、でしょうね、コルテツの形してとっても軽いスニーカー、軽量化をするように、こんなシューズを作ったりですね、こちらも確実にも商品開発ですよね。ロードランナーを作っていくのにですね、初期型と言われるヘリーボンソール、しかもね、このソールの、この素材はですね、ロードランナーにしか見たこともないような、こちらもそうなんですけどもね、いろんな素材を試しているんですね。アウトソールですね。この辺も、筆記体のアメリカ製、エクセター工場ですね。であとですね、こちらですね、この、ノバだとかスパイク、実はもともとはですね、この辺のスパイクを結構メインで作ってたのがエクセター工場だと、思ってるんですが、これ以外にもですね、パンナムとか、ノバとかクイック4とかで、アメリカ製の結構古いスパイクのスニーカーがある、スパイクとかスニーカー、スパイクですよね、があるんですけれども、これらがですね、こうやって、筆記体がついてるんですが、例えばこのクイック4の初期型とかはですね、タグが取れちゃったんじゃないかなみたいな、タグがないような、ものも結構ありまして、実はナイキクロニクルの方でもですね、スパイクのページにいろいろご紹介してるんですけども、例えばこのパンナムとか、タグがないんですね。でこのノバの前期型、この辺もタグがないですよね。だからなんでこんないっぱい取れちゃうのか、これがデッドストックなのにね、タグがなかったりしてたんですね。でカナダクイック4もこの辺もタグがなかったりして、ただ後期型になると、こうやってタグがつくんですよね。でこちらノバ、これもねタグがないですけど、ね、こちら後期型になるとこうやってタグがつきます。でこれは偶然なのかな何なのかななんていうふうに思ってたんですが、ちょっとこれエクセター工場の面白い話なんですが、実はですね、エクセター工場は1974年の9月、に、アメリカで、そこの工場ができるんですけども、日商以外、日本の企業にですね、1975年の、5月まで内緒にしてたんですよね。要は闇でアメリカでその工場を稼働させたっていうことなんですけども、その代わりですね、実際ランナーズワールドだとかその辺の方では1975年の1月2月とかその辺でも普通にですね、ノバの広告を出したり、クイック4の広告を出したりして、売られてるんですよ。ただちょっと証拠が見つからないように、これタグがつくとですね、裏に生産国が
入るんですね。入れていく形になるんですが、こちらにメイドイン USA ってこう、書かれるので、作った証拠を、要はアメリカで作ったっていう証拠を見せたくない。当時台湾でも作ったりしてたんで、それが日本の、企業にバレてもですね、アメリカで作ったんじゃないよと言えるようにタグをつけないで販売してたんじゃないかなというのが私のこれ予想なんですけど、それがちょうどぴったり時代がですね、1974年の9月から1975年の5月まで、約そこの、10、11、12、1、2、3、4、5、8ヶ月間、ちょうどこの、ノバたちが、売ってた頃なんですよね。偶然にしてはなんかね、もうぴったりすぎるんで多分、そうだと思います。だとしたら74年の9月から75年の5月までタグをつけられない、その事情からタグをつけられないということであれば、逆にこの筆記体の、アメリカ製の R マークのこれついてる筆記体、こちらも全部そうなんですけど、これは全部1975年の5月以降に作ったんじゃないかと、今度予想ができるんですね。で実際、日本製が1977年の、3月ぐらいに機体が終わりますんで、アメリカ製はだいたい1976年いっぱいぐらいが、ちょっと早いのでね、その辺で筆記体1976年の終わりぐらいで筆記体が終わるとしたら、だいたい1975年の5月から、1976年いっぱいまでにこの辺が、アメリカ製の筆記体が作られている、ついているスニーカーが作られているんじゃないかという、予想が立ちます。なのでですね、この、謎多きこの手作りシューズですね、ちょっとねこんな感じで中もお見せしますが、こちらのシューズ、僕の予想ですと1975年の5月から1976年いっぱいの間に、作られたんじゃないかなと。しかもほぼ手作りで、そしてね、このスニーカーのですね、手作りスニーカーのもう一つちょっと、ミーハーなですね、面白いところというか、僕が気に入っているところの、お話をしたいと思います。このスニーカー実はですね、いろんなスニーカーが混ざって作られているような形でして、もちろんこれより前に作られたものだけじゃなくてこの後に作られたものもあるんですが、ちょっとね面白いので紹介したいと思いますが、アッパーがですね、ほぼほぼこの、左足の上か、コルテッツ、王道のレザーコルテッツと、素材も一緒だし、アッパーの形もほぼ一緒なんですね。その代わりこの、赤いところが緑色という、このね筆記体だっていうところもねすごくいいんですが、アッパーがコルテッツ、そしてですねこの、こちらですね、ミッドソールのこの形、そうです LD 線、そんなことを思わず、ちょうど LDV よりももうちょっと LD 線寄りですよね、のこんなミッドソールをしてまして、こんな分厚い形をしております。LD 線 LDV 系のこのミッドソールを用い、そして、なんとこのアウトソール、形はねこんな面白いストレート、ラストになってるんですけども、こちらがなんとこれが、ちょっと劣化したいですけど、同じソールを履いてるのはそうです、スティング、そしてニューボストンとかね、どちらかというとこの時代日本製に使われてた、このソールですね、こちらを搭載していて、そして、なんとカラーはシェランという、オールスターのようなスニーカーでございます。コルテッツの形をして、ミッドソールは LDV、 そして、アウトソールはスティング、そしてカラーはシェランというような、
スペシャルスニーカーということで私は大変気に入っております。はい、70年代のアメリカ製、こちらのねハンドメイドシューズについてご説明しました。こういう本当に一点物のスニーカーもですね、出てきちゃうわけで、コレクター魂がですねそそられるわけですけれども、本当ねこういうのが出てきちゃうとね、やめられないですし、いろんなことをね考察してねどんどん勝手に楽しくしちゃうんですけども、そんなね、動画をですねまだまだこれからも上げていきたいと思いますんで、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。先週こんな SMU スペシャルでした。ありがとうございました。